はい、皆さんこんにちは。今日はですね、いよいよ iPadOS がリリースされるということなので、その機能のね、紹介をやっていきたいと思います。いよいよね、iPadOS が使えるようになります。で、iPadOS が何かっていうと、その名の通り iPad 独自の OS のことですね。で、今まで iPad には iOS って言って iPhone と同じ OS が入ってたんですけど、やっぱりそれだとちょっと使いにくいっていう風になってきて、iPad 独自の OS が開発されたっていう感じですね。なので今までねちょっと使いにくいな iPad 使いにくいなっていう風に感じてたこともちょっとこの iPadOS になったことによってかなり使いやすくなると思うので、今日はそれを紹介していきたいんですけど、iPadOS にアップデートするときはですね、設定の画面からソフトウェアアップデートっていうところがあるので、そこでアップデートするか、もしくは Mac PC につなげていただいて、そこで iTunes からアップデートすることができるので、ぜひね9月25日からリリースなのでアップデートしてみてください。で、今日紹介する機能なんですけど、全部で14個です。結構多いですね。本当にねこの iPadOS でガラッと変わるので、いろいろ変更点があるんですね。で、14個以上あるんですけど、今日はメインのね14個を紹介したいと思います。で、よかったらですねこの画面スクリーンショット撮ってもらって後でねちょっと見返す時に使ってください。はい、ということで始めていきたいと思います。はい、ではまずですね、一番最初 iPadOS にアップデートしたらこんな感じでホーム画面のね表示が変わってるのがわかると思います。今までよりもアイコンの数がたくさんね表示されてますね。で、左から右にスワイプしてあげるとウィジェットっていうものが表示されます。で、ウィジェットっていうのはよく使う機能だったりアプリだったりとかをここに格納しておいてあげれるんですね。なのでカレンダーとかメールとかをねクイックアクセスすることができます。で、ウィジェットの下の方に行くと編集ボタンっていうのがあるので、この編集ボタンを押してあげるとここのウィジェットをカスタマイズすることができます。で、追加したいアプリがあったらこの下の方のねところからプラスボタンを押してあげると、ウィジェットの中に入ってくるっていう感じです。で、この上のところにホーム画面に固定っていうボタンがあるので、これをオンにしてあげるとホーム画面にこのウィジェットが常にここに固定されたような表示になります。なのでスワイプしても次の画面に行くっていう感じですね。私はね個人的にこのウィジェットは固定しておいた方が便利に使えるんじゃないかなと思ってます。で、次なんですけど、ダークモードです。で、ダークモードにするにはこの右上からシュッて下ろして明るさコントロールするパネルをですねここ長押ししてあげます。で、そうすると、ダークモードオンオフの切り替えパネルがあるのでここをオンにします。で、そうするとこんな感じでインターフェース全体がですね暗いモードに切り替わって、ホーム画面もですね勝手に黒いバージョンに切り替わってくれます。で、ウィジェットとかも全部真っ黒になるし、このサファリとかね開いた時のこの上のメニューバーとかも全部真っ黒になります。なのでねかっこいいモードにしたい人はですねぜひダークモードにしてください。で、このダークモードにしてねいいところはですね、写真アプリ開いた時にこの写真のね一覧のビューがすごい綺麗に表示されるんですよ。やっぱり背景が白と黒とではこの写真のね見え方が全然変わってくるので、写真アプリをねよく使う人はダークモードにした方がいいんじゃないかなと思います。で、私はですね個人的に白い方が好きなんですけど、あとこうやって人にね教えたりするときに画面見せるときは白背景黒文字の方が絶対見やすいと思うので、その辺はね臨機応変にしてください。で、3つ目がですねジェスチャーです。ジェスチャーをですねすごい簡単にコピペとかができるようになったんですよ。で、コピーしたいところをこう長押ししてグーってスライドしてあげて選択してあげます。で、この状態で3本指を使って外から中につまむようにキュッてしてあげるとこれでコピーのジェスチャーなんですよ。で、ペーストしたいところにカーソルを持っていって、今度は逆ですね、つまんだところから離すようにピュッて開いてあげるとペーストされます。これがねめちゃくちゃ便利です。で、今ペーストしたやつをやっぱり取り消したいという時はですね、3本指使って右からシュッてしてあげると今ペーストしたやつがこんな感じで消えます。で、逆だと進むです。こんな感じね、戻るで進むです。今までねこの取り消しの操作って iPad をシェイクしないとできなかったんですけど、それがですね指だけでできるようになったのですごい進化だなと思います。で、ポイントはですね全部指の3本指でできます。3本指を閉じるか開くか、あとは横にスライドするかで全部ジェスチャーが決まっているので、この3本指をですね常に常備した状態で操作するといいと思います。
で次がですね、キーボードです。キーボードはフローティングって言って、こうやって2本指でキュッてピンチしてあげると、キーボードが小さくなって、こうやって2本指で好きな位置にキーボードを移動させることができます。なのでね、結構画面が大きくなるし、これで片手打ちがすごい簡単になります。で、もしキーボードのサイズ元に戻したいときは、2本指でピンチアウトですね。キュッて開いてあげると元のサイズに戻ります。で、もう一個新しいキーボードの機能としてクイックパスタイピングっていうのがあるんですけど、今までだったらこうポチポチポチってタイピングしてたと思うんですけど、それがこの指をですね、画面にひっつけたままアルファベットの上をスライドしてあげると、タイピングできるんですよ。わかりますかねちょっとね、説明するの難しいんですけど、この入力したいアルファベットの上でキュッて止めて、次のアルファベットにキュッキュッキュッてこうスライドさせるように移動させてあげると、テキストが打てるようになります。で、これちょっとね、慣れるのに時間かかるのと、あと勝手に自動変換とかされちゃって変なワードになっちゃったりするんですけど、これね、使いこなせるようになると、片手で iPad でね、シャシャシャって文字打てるようになるので、ぜひね、これ攻略してみてください。で次、スプリットビューいきますね。でスプリットビューっていうのは画面分割の機能です。こうやって左右にね、違うアプリを立ち上げることができるんですけど、今までは違うアプリしか立ち上げることができなかったんですけど、 iPadOS になってから同じアプリ、今左側メモのアプリなんですけど、これを右側にもですね、メモのアプリを持っていって、同一のアプリでスプリットビューすることができるようになりました。なので会議とかでね、同時に違う内容のメモを取りたい時とかね、すごい便利だし、あとはコピペする時も便利ですね。この左のメモから、右のメモにコピペしたい時は、さっきみたいに選択してあげてキュッてつまんでコピーで、右側に行ってパッて離してあげるとペーストすることができます。でこのやり方でもいいんですけど、もっと簡単な方法があって、まず左側のメモを選択するじゃないですか。でこの状態で長押しして右側にドラッグして持っていってあげると、簡単にコピペすることができます。なのでテキストベースでお仕事とかねしてる人は、ぜひこの画面分割のコピペとかをねフル活用してみてください。メールアプリとかでもね全然できるのでやってみてください。でこんな感じでキーボードをねフローティングモードにして左側に寄せといてあげると、すごい簡単にねテキスト入力もできます。で次がですね、スプリットオーバーです。でスプリットビューと似てるんですけど、スプリットオーバーはこの今開いてるサファリの上にですねかぶせるように違うアプリを立ち上げることができます。で今までだったら1個までしかこのアプリを立ち上げることができなかったんですけど、 iPadOS になってからこの複数のアプリをですねこんな感じで上にかぶせて立ち上げることができるようになりました。でこの重ねたアプリたちはですね、この下に黒いバーあるじゃないですか。ここをですねキュッと上に持ち上げてあげると、今までこう重ねて立ち上げたアプリたちが一覧で見ることができます。で違うアプリに、変換したいときはここでメモのところをタッチしてあげると、違うアプリに切り替えてスプリットオーバーとして見ることができます。でいらなくなったアプリはですね、もう上にスワイプしてあげるともう消えていくので、ここでね必要なものだけ残せばいいと思います。でこのスプリットオーバーのすごいいい使い方をですね皆さんにちょっと紹介したいんですけど、例えばこういう EC サイトとかで皆さんショッピングとかねするじゃないですか。でその時にこの各ページごとにスプリットオーバーすることができるんですね。で今このソファーのページをこうギュッと持ち上げて、この右上のところの角の方に持っていってあげるとスプリットオーバーとして立ち上がるんですよ。でこの状態で違うソファーのページ、この白いソファーのページをさっきと同じように右上の角に持っていってあげると、こんな風な表示になるので、この状態で手を離してあげるとスプリットオーバーのさっきの履歴としてこうやって上にかぶせされていくんですね。でこの要領で何個も見たいページをですね上にスプリットオーバーで履歴で残していくんですよ。で今緑のソファー、次グレーのソファーって言って、こう見たいなと比較したいなっていうやつを何個も立ち上げるんですね。で立ち上げたらさっきと同じようにこの右下の黒いところのバーをキュッて上に引き上げてあげると、この今までね蓄積したソファーのページたちが一覧でこうやって見れるんですよ。
なのでこの状態でこう色だったりとかサイズだったりとか、あと価格ねをいろいろ比較することができるんですよ。これめっちゃすごくないですか？めっちゃ便利だなと思って、今 IKEA のページのソファーで比較してるんですけど、多分皆さんだと Amazon とかねいろいろ買い物したりするじゃないですか。でその時にこのスプリットオーバーで Amazon のページをいっぱいいっぱい立ち上げてあげると、すごい買い物しやすくなるんじゃないかなと思います。でこれですね、ホーム画面に戻ったとしてもサファリのアイコンを長押ししてあげると、すべてのウィンドウ表示っていうボタンが上から2番目かなにあるので、それを押してあげるとこう今までね開いたやつが履歴でちゃんと残ってくれてるので、後からでもね見返すことができます。で次ですね、7個目がサファリのデスクトップ表示です。で今まで iPad ってサファリでねウェブサイト立ち上げた時にモバイル版のサイトが立ち上がってたんですけど、これからはデスクトップ版のサイトが表示されます。でこれ何がいいかっていうと、例えば YouTube を開いた時に、今までだったらこの YouTube のアプリにポンってね勝手に飛んじゃってたのが、それがですねサファリ上で YouTube を開くことができます。で私 YouTuber なんでね、YouTuber 視点ですごくいいなって思ったのは、 YouTube って管理画面があるんですよね。でこの管理画面ってデスクトップ版からしか行けなかった。今まで iPad では管理できなかったんですけど、iPad からでもこの管理画面に行くことができて、例えばここからコメントとかね、皆さんいつも見てますよここからねコメント見て返信したりとかもできるし、なんかアナリティクスとか見ることもできるようになりました。これがねすごいいいなって私は思いました。であとはですね、サファリからなんか画像をダウンロードしたりとか、フォントとか動画とかいろいろねダウンロードすると思うんですけど、今までそれ iPad でやるの結構難しかったんですよね。なんですけどそれが簡単にできるようになります。で今見てるのがアンスプラッシュっていう私がすごいお気に入りのサイトなんですけど、ここはねすごいおしゃれで高解像度な画像がですね商用利用可能で、しかも無料でダウンロードできるサイトなんですけど、例えばここからね画像をダウンロードしたいときは右上のダウンロードフリーっていうボタンを押すんですね。でそしたらこのメニューバーにダウンロードアイコンが新しく出現しています。でここを押してあげると、今までダウンロードした画像とか動画がここで履歴で見ることができます。これね Mac とか使ってる人だとよく見る光景だと思うんですけど、それと同じような感じで iPad でも使えるようになります。今まで iPad で何かをダウンロードするとどこに保存されたかわからないみたいな現象が起こってたんですけど、これでねすごい簡単になります。でこのダウンロードしたデータっていうのはファイルアプリの中にダウンロードボックスっていうのができているので、そこの中にね全部格納されているので、そこから見てみてください。で次ですね、マークアップとあとスクリーンショットの機能を紹介します。スクリーンショットはですね、新しくこの Apple Pencil で左の角からシュッとスワイプしてあげるとスクリーンショットを撮ることができます。でそれと同時にマークアップの機能が立ち上がる状態になるんですけど、このスクリーンショットですごいのが、今までねこの1ページ、画面の1ページだけしかスクリーンショット撮れなかったのが、この上のタブのところにですねフルページっていうタブができてます。でここのフルページのボタンを押すと、このウェブサイトの1枚上から下まで全部スクリーンショット撮られてるんですよ。これめっちゃ便利じゃないですか。なのでウェブサイト全体をねスクリーンショット撮りたいときは、このフルページをねクリックした状態で保存してください。これめっちゃ便利です本当に。でこの状態でマークアップって言って注釈ですね、赤入れとかも呼ばれたりするんですけど、それを入れていくんですけど、例えばこのロゴね、真ん中のロゴ大きすぎるから小さくしてくださいみたいな感じで書くんですよ。で、どんどん下に進んでいくんですけど、この下のねツールバーが邪魔だなと思ったら、こう左に移動したりとか右に移動したりとか、自由にこのマークアップの項目をね移動させることができるようになりました。なのでこんな感じでねサクサクこう注釈を入れていって、例えばですけど上の書き出し項目の中から誰かにメールを送ったりとか、エアドロップで送ったりとか、普通に画像を保存したりとかすることができます。でぶっちゃけですね、ちょっと今までのマークアップが結構使いづらくて、私ノータビリティとかあとグッドノート使ってたんですけど、もうなんかデフォルトのアプリだけでこのウェブサイトのね注釈赤入れができるようになるので、かなり時短だなと思って、私これすごい今回の iPadOS で好きな機能の一つです。ぜひねデザイナーさんとかねディレクターさんとかね使ってみるといいんじゃないかなと思います。
で次9個目がですね、ファイルアプリです。このファイルアプリがねすっごい進化をしました。でファイルアプリって今までこういうねボックス表示だったじゃないですか。でそれがカラム表示って言って階層ですねが見えるようになりました。で例えば今 iCloud ドライブ一番左側選択してデスクトップ選択してでそのデスクトップの中にあるフォルダをまた選択するといろいろ JPEG がね出てきたりするんですけど、この JPEG 選択するとここにね情報っていう項目が出てくるんですけど、ここで作成日だったりとかこの JPEG のサイズ、あと容量とかが見れるようになりました。これね今まで iPad で見れなかったからすごいいいなと思うし、よりなんかねデスクトップ PC みたいな感じになるのですごい便利だなと思います。でこのファイルアプリからですね、今までできなかった ZIP の圧縮と解凍ができるようになりました。今 JPEG 画像を5枚選択して右下の項目をタップしてもらうと、ここにですね PDF 作成だったりとか圧縮っていうボタンがあるんですけど、ここの圧縮が ZIP ファイルとしてこうまとめてくれるんですよ。で今圧縮をしたんでこの下にアーカイブ ZIP っていうデータできてるんですけど、これが5枚の JPEG データのまとめファイルです。で長押ししてもらうと名称変更っていう項目出てくるので、ここで例えばね、iPadMate みたいな感じで名前変えてあげて、でこの状態でまた長押ししてあげると、メール送信だったり ZIP ファイルをメール送信だったりとか、あと共有、いろんなアプリで共有したりとかができるようになります。もうねこれが本当に便利でですね、もうありがとうございますっていう感じなんですけど、今までねファイルアプリなかなか使ったことないっていう人結構いたと思うんですけど、これからはですねこのファイルアプリをいかに使いこなすかで、この iPad を使いこなせるかがかかってくるような感じもしてるので、ぜひねファイルアプリ触ってみてください。でもう一つねこのファイルアプリのアップデートとしては、フォルダをですね共有することができるようになりましたね。いわゆる Google ドライブとかあとドロップボックスみたいな感じでデータを共有することができるんですけど、それをしたいときはデータを長押ししてもらって、そこに、共有アルバムに保存っていうボタンがあるので、そこから共有することができるようになるみたいですね。私まだこれちょっと使ってないのでちょっとどういう仕様になってるのかわからないんですけど、また分かり次第ね皆さんにお伝えできればなと思ってるんですけど、フォルダが共有できるようになったということでぜひねいろんな人とやり取りするときはここからやってみてください。はい。で次なんですけど10個目、外部ファイルとのやり取りがですね iPad 上でできるようになりました。私ねこれがめちゃくちゃ一番テンション上がってる機能なんですけど、例えばこういう USB のドライブとか、あとは SSD ですね、こういうドライブだったりとか、あとカメラ SD カードとかをねiPad に接続したい時とかってあるじゃないですか。で今までだったら SD カード接続して、iPad の中にインポートすることはできたんですけど、その SD カードの中身をこうごちゃごちゃいじったりとか、あとインポートエクスポートをいろいろやったりとかっていうのができなかったんですよね。なんですけどこの iPadOS からできるようになりました。で iPad はですねこの接続のところが Type-C って呼ばれる規格なので、USB ドライブとかをね接続したいときは何かしらこの間にアダプターと呼ばれるものをですねかましてあげないといけないんですけど、今回はこういうやつをね接続してあげて USB をねこれを挿していきたいと思います。で今こうやって USB 挿してあげると、この左のタブのところに今 Picture っていうねフォルダが出てきてるんですけど、これが USB ドライブの名前です。でここを選択してあげると、この USB ドライブの中に入っているフォルダとか写真とかが一覧でこうやってね見れるようになります。で例えば今これ動画ファイルなんですけど、 USB ドライブの中に入ってある動画ファイルもこのファイルのアプリ上で再生することができますし、あとはこれ今フォルダの中に入っているのがローデータですね。写真のローデータなんですけど、これを選択してこの右側にある共有ボタンを押してあげると、ここの中に画像保存っていうボタンがあるので、これを押してあげるとこの iPad の写真アプリの中にこのローデータを保存することができます。でこれ写真アプリを今右側にスプリットビューで立ち上げてあげると、こんな感じでね今セーブしたデータがねここに入ってますね。で逆になんですけど、この写真アプリの中に入っている写真を USB ドライブの中に移動させることもできます。でちょっと今ね分かりやすいようにスプリットビューの位置を逆転させたんですけど、
この左側が今写真アプリで、右側がファイルアプリで USB につながってます。で、写真をですね、この USB ドライブに入れたいときは、このまずですね、写真を複数選択ここでするんですね。で、その状態でこう長押しして、グッて長押しして、右側のファイルアプリに移動させてあげると、USB ドライブの中に入ってるんですよ。これね、めちゃくちゃ便利だと思いませんか？すごいね、データのやり取りがめっちゃ簡単になりますよね。で、今ちょっとね、写真のデータがめっちゃ重いのと、あと USB ドライブね、これかなりしょぼいやつなので時間かかってるんですけど、皆さんが持ってる USB ファイルでね、いいやつ使ってあげると、サクッとね、データやり取りができます。で、次ですね、マウスが iPad で使えるようになったみたいなので、それをちょっと紹介しておきたいんですけど、私がいつも使ってるのがですね、マジックマウスっていう Mac で使ってるマウスなんですけど、ちょっとこれね、接続しようと思ったんですけど、なんかうまくいかなかったので、やり方だけ解説しておきたいと思います。で、使えるようになるとこんな感じで画面上にですね、黒い丸が出てきて、それがマウスポインターなんですけど、それを使ってiPad 上でマウスを使えるようになるんですけど、そのやり方はですね、設定画面から行くんですね。で、設定画面の中にアクセシビリティっていう項目が左側にあります。で、これを選択して、その中にある、タッチっていう項目です。真ん中ぐらいにタッチっていうのがあります。で、これを選択。で、その中にあるアシスティブタッチっていう項目が一番上にあるので、これを開いて、さらにアシスティブタッチっていうボタンをオンにします。結構階層がね、深いんですけど、で、これをオンにしてあげると、さっきのマウスポインターみたいなのがここに出てくるので、この状態でUSB とかね、のマウスを接続してあげると、マウスが使えるようになるっていう感じですね。ぜひね、一度ちょっとやってみてください。私もね、USB のマウス家で探したんですけど、ちょっとなくて、デモをね、お見せできなくてちょっと申し訳ないんですけど、ぜひね、マウス持ってる人はやってみてください。で、次がですね、サイドカーっていう機能を紹介します。で、このサイドカー何かっていうと、iPad をですね、サブディスプレイとしてこうやって使うことができます。で、Mac とつないで、今これ、有線ないしは Bluetooth とかでね、つないであげて、サイドカーの機能をオンにしてあげると、今これ画像上に出てるのはいられのデータかな？いられのデータを iPad の方にも移してあげて、そこでお絵かきしたりすることができます。今までこういうのってね、アプリとかを使わないとできなかったんですけど、iPad の純正の機能でサイドカーっていうのを使ってあげるとできます。で、このサイドカーが使えるようになるのが MacOS のカタリーナっていうのが出てからになるんですけど、そのカタリーナ出るのは、来月の10月なので、ちょっとこのサイドカーの機能に関してはちょっとステイっていう感じで、交互期待という感じでですね、楽しみにしておいてください。で、次13個目がですね、フォントについて話しておきます。で、このフォントなんですけど、 iPad で今までフォントね、好きなフォントを使ってデザインしたりっていうのがすごいね、難しかったんですけど、新しくですね、フォントの機能が追加されまして、App Store でフォントをダウンロードとかインストールできるようになるみたいですね。ちょっと私もね、これまだやってないんですけど、App Store でフォントとかをインストールしてあげると、対応しているアプリ、例えばキーノートだったりとか、その他いろいろあると思うんですけど、そういうので自分の好きなフォントを使えるようになるということですね。もうこれはね、ちょっとデザイナーにとってはすごいありがたいアップデートで、今までね、ちょっとフォント問題が結構大きかったんですけど、これで結構ね、デザインワークがはかどるんじゃないかなと思ってます。はい。で、次、最後ですね、14個目、ビデオの編集の機能について最後喋ってね、終わりたいと思うんですけど、これはですね、iPadOS プラス iOS13 の機能で新しく搭載された機能なんですけど、今までデフォルトの機能で写真の編集はできてもビデオの編集ってできなかったんですよね。なんですけど、これからですね、ビデオの編集ができるようになります。で、例えば今編集っていう項目のところからこういうフィルターをね、いろいろかけることができるようになるし、あとはですね、ライトのところに行ってあげると露出を変えたり、ハイライト、シャドウを、あとは白レベルとかね、サイドとかもね、変更することができます。で、もっとすごいのがこれトリミングの機能が新しくつきましたね。で、例えばこの中心軸とか水平の軸がずれちゃった時でもこういう風に回転させてあげたりすることもできるし、あとは画角ですね。画角、この上のメニューバーのところを押してもらうと、
今16対9で画角出てるんですけど、例えば4対3とかにもできるし、あとインスタグラムとかにね投稿したいときは正方形でここでトリミングしてあげると簡単にね写真アプリのところから編集することができます。で今までねこうインスタグラムで画角違うやつ作ろうと思ったら違うアプリに一回移行してそこで編集ごちょごちょしてからやってたんですけど、そういうめんどくささがねかなり省かれるのでめちゃくちゃいいなと思いました。で正方形にトリミングしたやつがこんな感じですね。いい感じですね。でもしね元に戻したい時も編集のところからオリジナルに戻すっていうボタンがあるので、それを押してあげると元に撮影したやつ、今回の場合だと16対9で撮影したやつに戻すこともできるので、そこはねもう安心してもらって大丈夫です。はい、ということでですね、こんな感じで14個ざーっと話したんですけど、どうでしょう皆さん、テンション上がってるんじゃないですかね。はい。で、この iPadOS ね、対応してる機種なんですけど、iPadOS のウェブサイト見てもらったら一覧で出てます。で、iPad Pro は全部対応してますね。で、普通の iPad と iPad mini に関してはちょっと一部対応してない機種もあるんですけど、それはですね、ちょっとこのサイト見ていただいて、自分がね、当てはまるかっていうのをちゃんと見てからダウンロードしてください。で、今日はですね、全部で14個紹介したんですけど、他にもですね、マップとか、あとリマインダーの機能とか、あと Apple Pencil のね、対応が早くなったりとか、いろいろアップデートあるんですけど、もしね、ちょっとここ重要で忘れてるよ、みたいな感じであったら、ぜひコメント欄とかでね、教えてもらえると嬉しいです。で、この iPadOS が出てね、さらに iPad がこう PC 化するというか、コンピューター化する未来がね、近づいてるなと思うので、本当にね、この iPad だけで完結できるようなね、ワークスタイルをね、私は作りたいと本気で思ってますね。なので、引き続きね、ちょっとこの iPadOS を研究していきたいと思うんですけど、皆さんもね、この iPad 使いこなしてどこでもね、働けるように頑張ってください。はい、ということでね、今日は以上にしたいんですけど、もしこの動画が良かったら、ぜひいいねボタンお願いします。で、まだチャンネル登録してない人はですね、チャンネル登録もお願いします。はい、ということで、今日はご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。